やだー。これ以上働いたら負ける。いいの。姉さんは素直なところが一番可愛いんだから。もうダメ。働きすぎ、ダラダラしたい、ぐうたらしたい。匠ももっとリンファみたいに甘やかして。翔花ちゃんが事前に準備していてくれたおかげで、これでも手際よく終わったのよ。そりゃあ感謝はしてるけど、死んじゃうのは死んじゃうもん。寝具の肌触りがツルツル。上物の絹だ。賢麗のやつ絶対私服肥やしてたね。偉くなったからにはうんと贅沢しないと。ひしひし。賢麗みたいな小物が目じゃないくらいに肥やしちゃうぞー。そうだリンファ、竜鳳軍のみんなにさ、パーッとご褒美あげちゃって。前の賢麗の蓄えたっぷりあるでしょ。仲間がいい顔してると私も楽しくなるもん。はいはい、手配しておきますから。明日の予定だけは聞いてね。まだお仕事あんのかよ。偉くなると忙しくなるのが世の中なの。これが最後だからね。本当に最後にしてよ。翔花ちゃんからの明日の話は以上です。他の予定だけど、匠くんから聞いておいて。聞いてるよ。県庁に着いてから見えないなーと思ってたら、リンファの手伝いしてたんでしょ。匠くんってばすごいのよ。読み書きができるんだから。
でもさ、天のしるべなんだから偉そうにダラダラしてていいのに。頑張りすぎじゃない？私がぐうたらみたいだし。立派なお師匠様なのね。匠ってさ、お師匠さんのところでもういいから。辛かったね。真っ黒だね。匠くん、悲しいことは忘れて、ここで新しい人生を始めていいのよ。そんなことよりも、そうだ、匠に私の補佐役してもらおう。それはすごくいい考えね、姉さん。偉い人が働くのを手伝うお仕事よ。予定を確認したり、部下と連絡を取るときに走り回ったり。偉い人はそういうお付きがいるんだって。ほら、私って偉い人じゃん。そうだよ、出世だよ。嬉しいか。そっかそっか。もうなんだよそれ、真面目すぎ。だいたい廃攻略で一番の功労者は匠でしょ。血を流さずに灰を手に入れられたのは匠が長老たちを解き伏せてくれたからじゃん。全然足りないくらいだよ。姉さんの補佐だから人選が難しいの。頭が切れて忍耐強くて度胸があって我慢強くて、できれば見栄えも良くって、姉さんが一緒にいてもいいってならない人が必要なの。私たちの仲間は大雑把な人が多いから、匠くんがいてくれるのは本当にありがたいわ。そうそう。じゃあ決まりだね。廃校って毎朝謁見あるんだ。明日から早起きかよ。匠さ、お家どうしてるの？いや、何言ってんの？匠は私の天のしるべなんだよ。もっと偉そうにしていいんだよ。できる時に贅沢しなきゃダメだって。きょとんとすんなよ。わかった。
匠もこの屋敷に住んじゃおう。天のしるべにふさわしい屋敷をあげたいけど、まだないし。その点、ここは部屋余ってるし。嫌なの？そうかよ。前のめり。てか、匠ってやっぱ面白いね。強情なのにあんま良くないし、マジ仙人様みたい。せっかくだし、欲のない匠にお楽しみ教えてあげよう。ひっしっし。いい月の出てるこんな夜は飲まないとね。いいものを飲んで、いいものを食べて、いいものを着て、大きな屋敷に住んで。生まれてきたんだから飽きるほど贅沢してこそでしょ。大好き。でも隠れてた村みたいに何もないところであり合わせの獣の肉と酒で騒ぐのも好きだよ。あれもこれもどれもそれも全部楽しみたい。私は欲張りなの。つーか、匠が良くなさすぎだよ。貴族様みたいな服着てるのに、野宿も平気で家もいらないとか言うし。もっともっとハリハリしなきゃだよ。楽しみを知らないのは生きてないのと同じだからね。もう、すぐにそういうよくわかんないみたいな顔するんだから。食、匠が作ったの？見たことない料理なんだけど。苦労したんだね。じゃあ私がその成果をいただきまーす。何これ、おいしい。グーンってきてバーンってバーンだ。食べるたびに舌がドッカーンって頭がぐるぐるしてきた
廃校になったのがじゃないよ。廃校は最初の一歩なんだ。この道をずっと進んで、私は天の花に、大陸の王になるんだ。昔、妹と見た行列はすごくてさ。義理のね、小さい頃家族の手伝いで遠くの町へ行ったんだけど、その時にさ、すっげえ面白いことあって姉妹になったんだよね。ちょうどその町に始皇帝の巡行が来てて。巡行の行列ってわかる？真の始皇帝は対立を統一した後、全土を巡って自分が王だぞーって見せつけたんだよね。でもね、始皇帝は秦以外の国を滅ぼしたから、たっぷり恨みも買っていて、巡行の途中で殺されかかったこともあるんだよね。犯人は見つからなかったんだけど、発想がすごいんだよ。乗ってた馬車ごとでっかい鉄槌でドッカーン！大陸の王に単身挑む刺客の覚悟、超尊いよね。私、めっちゃ巡行の行列が見たくなって、妹と一緒にバレたらやばいのに霊廟の上に登ってね。そしたらキラキラでドバーでババーってさ、あれ絶対欲しいって思っちゃった。その時、王になってあれを手に入れるんだって言ったら、妹も王になりたいって言い出して。そんなとこまで気が合うんだから。信じてるんだ。あの子は今でも私と同じ夢を追いかけてるって。そう思ったらお腹の奥から力が湧いてくるの。姉としては負けてらんないもんね。ごめん。昔話なんてつまらないよね。それならよかった。でも妹の話はもうほとんど終わりだよ。家族の仕事が終わって戻ってくる時に別れて、それっきり。いつか会えるといいな。噛んだりしないってもう。即答なんてするかこいつ。思わず睨んじゃったよ。匠ってさ、
いつも一番欲しい言葉をくれるね。私の話を本気で聞いてくれるのは匠だけなんだよ。匠に会えてよかった。あの山であの夜に会ってなかったら挙兵する踏ん張りつかなかったかもだし。私の天のしるべ。今日はいい気分だな。とことん飲んじゃおうぜ。匠は私の天のしるべだから、ちょっとぐらいいいよね。リンファがよく言うんだよね。そろそろ男の一人でも拾ってきてねって。おふくろかよ。明日からは、ちゃんと言い返してやれさ。私の顔まじまじって見たりして、もしかして見とれてたかな。あ、はい。いや、そう、もうちょっと何か言うことないかな。日ごとに兵は集まってるし、咸陽へ乗り込もうぜ。さすがにいきなり咸陽は無理だと思うの。
いないよ。人見知りって言ったよね。なのだよ、問題なし。いつものことだもん。出席させない方が堅実な仕事をしてくれるわ。東には賊が、西には反乱勢力がいくつか。姉さんのためにももっと兵を集めたいし、近くの族となら攻められるかしら。まあまあ、匠くん、すごいのね。ちゃんとありました。慣れない仕事に勤勉に打ち込み、わからないところは教えを請うて知ろうとする素直さ。お姉ちゃんは感動しました。匠、棒読みになってるよ。リンファは気に入った相手にはああいう感じだから。負けた兵はチリチリになるけれど、すぐに食いぶちに集まってくるから、それを配下にするの。まあ、一度でそこまで理解できるのね。姉さん、匠くん、末は軍師か宰相かしら。族くらいならリンファ一人で全滅させられるし。じゃあ半殺しで。さすが姉さんね。族にも慈悲をかけるなんて。私、姉さんの優しさだけでご飯いけそう。翔花ちゃんが何とかしてくれるって。困ったら真の蔵からぶんどってくればいいし。順番に言って分かんなくなるでしょ。もういい、今日はここまで。陳将配下の武将ケイクが近くまで来ているから、いっそ兵を借りましょうか。小勢の私らに貸してくれるかな。もう少し実績がないと足元は見られちゃうかも。古領にいる秦軍を撃っちゃうとかさ。
城攻めだから兵2000くらいは欲しいわ。もう少し兵が集まったら、だね。